こんにちは、こんばんは、はるです。今回は新しいコンパクトなポットクーラーですね。購入したので紹介していこうと思います。こちらは山善さんが販売しているエレインシリーズというバッテリーで動かせるエアコンですね。早速開けていきます。はい、中を取り出すとこんな感じです。本体ですね。で、取扱説明書。ダクトですね。で、AC コンセントということになります。僕が購入した目的はですね、車内に設置する目的で購入しました。基本的なスペックはこちらになります。こちらの冷房能力が 400W、消費電力が 200W というふうに記載されています。冷媒風入量というのが 135g ということです。で、消費電力 200W 以下で冷房能力が 400W。個人的にはかなり優秀だと思って購入しました。消費電力が 200W 以下や 300W 以下で有名なのが感激くんとかいろいろコンパクトなスポットクーラーあるんですけども、そちらの消費電力と冷房能力を比較しても山善さんのポットクーラーの方が性能がいいかと思います。ということで本体を見ていきたいと思います。でこちらのポータブルエアコンの特徴ですね、大きく5つあるそうです。まず1つ目が周辺温度よりマイナス10度の風が出るということです。車内やテントでちゃんと効くということです。2つ目が温風を逃がす排熱ダクトを付属しているということです。3つ目が風量と送風、冷風をワンタッチで切り替えできるということです。4つ目が工事不要ですぐにどこででも使えるということです。で、5つ目が大きな特徴だと思うんですけども、最大4つのバッテリーで長時間稼働というふうに書かれています。ということで本体を見ていきたいと思います。部分がこんな感じです。こちら吹き出し口は動くようになってます。で、ボタンが4つあって、メインの電源ボタンや冷房ボタン、送風ボタン、そしてタイマーのボタンなどがあります。で、こちらの本体の重さは約 8.5kg ということです。次にこちらの側面を見ていきます。こちらは蓋を開けると、このようにバッテリーパックが4つ入るいます。こんな感じで蓋の裏に細かい詳細が載っています。バッテリーは全部で4つ付けることができます。バッテリー1個あたりで25分から30分程度の運転ができるそうです。なので4つ付けると2時間ぐらい使えるということになっています。僕は今回、車内に設置して使う目的で購入したので、バッテリーは購入していません。こちらの商品はバッテリーセットの商品とバッテリーなしで本体のみ購入することができます。で、次下の方ですね。これが排水のタンクですね。こんな感じになってます。こちらの排水タンクに水を溜めて、捨てるか、ドレーンホースがついているので、ホースを接続して捨てることもできるそうです。ドレーンホースはこんな感じで、こちらに差し込めるそうです。後で試してみたいと思います。はい、続いて後ろ部分です。後ろ部分は上の方が排熱口で下が吸い込み口となっています。なのでこちらの排熱口にダクトをつけて部屋の外だったり車の外に熱すればいいかと思います。で、こちらを外すと AC アダプターの差し込み口になっています。こういった感じになってて差し込んで、ここがネジ式になっているので、引っ張って抜けないようにネジを締めて固定するような感じになっています。次は実際に電源を入れてみてどれぐらい涼しい風が出てくるのか見てみたいと思います。はい、ということで電源を入れていきます。こちらの電源ボタンを押します。で、今こちらが冷房ですね。切り替えてみます。で、こちらが送風ですね。こちらがタイマーのボタンです。で、今は送風のローとハイで2種類あるということです。送風も強にすると、結構風は出てきますね。ちょっと分かりやすいものがないんですが、ティッシュをこうやってみると割と風が強いのが分かるかと思います。こんな感じで。これが強です。弱だと、弱は結構弱いです。次に冷房にしてみます。こちら冷房のジャックですね。ちょっとコンプレッサーが動き始めて風も強くなってきています。ということで吹き出し口の温度を測ってみたいと思うんですけども、その前にまず部屋の温度を測っていきます。
はい、部屋の温度、だいたい今 28.1 度です。この部屋、見てもらったら分かる通り、エアコンつけてます。はい、次に、こちらの吹き出し口の温度、測っていきます。こちらの温度が、はい、15.8 度です。涼しい風が出てきてます。涼しい風が出ています。次は、冷房の強にして同じように測ってみます。冷房の強はかなり強い風が出てきて、とても涼しいです。はい、こちらも温度測っていきます。先ほどが 15.8 度でした。測っていきます。はい、次は 13.8 度ですね。今日の方が強くなりました。部屋のエアコンはつけている状態です。ご了承ください。車内でちゃんと設置した後に測定していきます。はい、こんな感じで家で動作確認してみたんですけども、次は車内に持って行って使ってみたいと思います。場所を移動します。ということで、車にやってきたんですけども、ポットクーラー取り付け、というか今ついてるエアコンとの交換作業をやっていきたいと思います。キッチン、ちょっとバラしていきます。こちらは一応外せれるように作ってるんですけど、外すと中にアクセスできるようになってます。で、これ結構細かい作業なんで、ちょっと大変なんですけど、頑張って丁寧にやっていきたいと思います。中の方を見てもらうとわかるんですけど、こんな感じでエアコンが入って、ダクトやらドレン水のホースですね。ちょっと上の方にやつですね。こういった設備になってますので、これらを全部一旦ばらしていきます。それではちょっと気長にやっていきます。はい、ちょっとこんな感じでいろいろ外して、もう少しで全部ばらせそうです。で、今こんな感じで、スッキリした状態になってきてます。あとはですね、エアコンのダクトを外して、エアコンを取り出してから、今度棚を取り出す作業をしていきます。この棚見てもらったらわかると思うんですけど、下と分離できるように作ってます。なので、このキッチンの棚自体がエアコンのボックスみたいな感じで、いつでもずらせるようにしてます。そこまで重くないから。大丈夫でしょ？はい、置いていいよ。で、まず後ろからなんですけど、簡易的にタッパーを使って、ここの吸気口も外からできるようにしました。で、これ取り外すときは、ここの純正のカバーですね。はい。これに取り付けてるので、簡単に取り外して、掃除をしたりすることもできます。ぴったりなタッパーがあったので、良かったです。で、戻すときも簡単です。で、これを最終的にここですね。最後は中に収めるんですけど、収めたときにこんな感じでタッパーの蓋ですね。ここもちょっと加工して、元 DIY してたこれにつなげて、このダクトが車外に出るということになります。はい。ということで、これでヤマゼンの新しいスポットクーラーで給排気両方外に出してる方は多分いらっしゃらないので、僕が初めてなるかと思います。こちらですね。こちらも車外に出すということです。で、排気はこちら。これですね。これもちょっと加工して、もともと純正のカバー中に入ってるんですけど、その上から柔らかいやつを使って、で、最終的にここに入っていくという感じになります。次が正面部分なんですけど、純正のダクトを接続する部品なんですけど、こんな感じですね。こちらにちょっと DIY でこんなものを作ってみました。はい、で、二股にして2箇所からエアコンの涼しい風を出そうかなと思ってます。最終的にこれがこんな感じではまっています。で、こことかはちょっとね、また冷気が漏れないようにして、で、ここにですね、2箇所ですね。車内に取り付けたらこことぐるっと回ってここですね。ここの2箇所から冷気が出るようにしていきます。で、中も2箇所こんな感じでもう接続して、あとはこことつなげるだけになってますので、早速やってみたいと思います。はい、ということで設置してみました。電源を入れて2箇所から風を出してます。で、こんな感じですね。この箱を使って2箇所にダクトをつけて2方向に出してます。1方向の方が風は強いんですけど、2人で使うってなったらちょっと分けた方がいいのかなと思って試しに分けてみました。弱いんだったら1箇所を塞ぐっていうやり方をしてどっちも使えるようにしようと思います。で、ここですね。吸気と排気両方車外に出せるようにしました。先ほど説明した通りです。
で、フットホースもつなげてます。まだ水は出てきてないですね。こんな感じです。早速車内に戻してみたいと思います。はい。車両に乗せて設置してみました。はい。こんな感じですね。こちらのダクトも綺麗に留めて、ここもですね、隙間テープなどで埋めて、一応いい感じになってます。あとは棚を元の位置に戻して、配線類を全部スイッチとかにつけていって、元に戻していきます。はい、ということで取り付け完了しました。取り付けてから2日ぐらい経ってからの撮影になってます。中の様子を見ていきます。はい、こんな感じで元通りですね。エアコンだけ入れ替えて、ちょっとダクトとか作り直して設置してます。一回ここ外してみます。ここ外すと、こんな感じで入ってますね。山善さんのポータブルエアコンが入っています。こんな感じで入って、ダクトも取り付けて、車体の下から給排気できるように作ってます。で、後ろの吸気口をダクトを使って、車外から空気を吸うというような DIY をしてます。はい、ということで中に入っていきます。ということで前の映像からですね、10日ほど経ってます。ちょっとトラブルが起きまして、撮影を中断しました。で、理由がですね、この山善さんのスポットクーラーの初期不良でした。コンプレッサーが20分ぐらいで止まったりすることがたびたび起きて問い合わせたところ、確実に初期不良なので、同じ商品を新品で送りますということで、交換作業ですね。先ほど見てもらった取り替えですね。作業をまた行いました。電子レンジとかキッチン、棚を全部外して、外に出して、初期不良のエアコンと新品をまた交換して、動作確認まで完了して、新しく届いたものは初期不良もなく、コンプレッサーもちゃんと回り続けるということです。ということで、ここからが実証なんですけども、先ほど映像で見てもらった通り、僕もあんまり詳しくないんですけど、いろいろ YouTube を見てですね、吸気口ですね。吸気口を DIY して、吸気口も車外に出すという DIY を行いました。なので、排気、吸気2本ですね、ダクトを外に出して、吸気と排気を外から行っています。で、もう2箇所の、冷気を出すところと吸気口が前面についてるんですけど、あそこはずっともう車内で内気循環という風にできているかと思います。で、早速見ていただきたいです。で、今、車内がこんな感じになってて、僕の動画見てくれている人だとわかると思うんですけど、こんな感じで、ダブルベッドより大きい幅ですね。で、広いベッド空間が作れてるんですよ。で、今もう測ってるんですけど、そこの冷気の吹き出し口から離れたところで今25度ですね。ダクトを2箇所に分けて、ベッドスペースのすぐそばのキッチンの棚の中にビルドインしてます。山善さんのスポットクーラーがこの中に入ってるんですよ。で、ダクトを使って、ダクトを2つに分岐させて、こんな感じになってます。で、この横側ですね。こんな感じになってます。大人2人が余裕で寝れるスペースです。キャンピングカー登録も取得してます。はい。この広さでですね、さらに、ここですね。ちょっとクリアシートみたいなので、冷気をここに溜めるような設備も簡易的に作ってます。これ使うときだけ上から下ろせるように作ったんですけど、これもいい感じで使ってるんですけども、これでですよ、この広さで、今25度ですね。吹き出し口の方にやると、もうちょっと下がりました。さっき一応測ったんですけど、23度ぐらいまで下がりました。こんな感じで、山善さんのスポットクーラーですね。冷房能力400ワットなんですけども、これぐらいのスペース、大人2人が寝るぐらいのスペースだったら、温度を下げることに成功しています。で、この就寝スペースのすぐそばにですよ、2箇所のダクトをつけて、寝るときって、めちゃくちゃ近いんですよ。ちょっと足だけ伸ばしてみますけど。こんな感じなんですよ。こんな感じで寝たりとか、一人で寝るときは、こんな感じで、ちょっと見えますかね？こんな感じで、もう大の字になって寝れるぐらい広いんですけど、僕身長172センチなんですけど、めちゃくちゃ広いですけど、就寝スペースのすぐそばにダクトが来てるので、かなりもう寒いぐらいですね。夜は弱にしてます。で、今、吹き出し口測ってみたんですけど、だいたい23度ぐらいですね。沖縄今日の温度がですね、外がね、28度ぐらいで、体感温度が30度っていう風に、記載されてたんですけど、吹き出し口が23度。体感的には全然涼しいです。寝る分には十分といった感じです。これが昼間の車内が35度とか、
それぐらいになってる時はもちろん効かないです。車のエアコンですら効きませんので、僕の車両はキャラバンのハイルーフのロングなんですけど、前方の運転席側のエアコンはもちろんここまで届かないし、長時間つけても後ろ全然冷えません。車でも冷えないぐらいの広さなので、スポットクーラーでは無理だと思います。で、また別のちょっと離れた場所測ってみると25度ですね。3日ぐらいは寝てみたんですけど、快適に寝れました。なので、このヤマゼンさんの新しいスポットクーラーですね。使えるんじゃないかと思ってます。で、通常の使い方ではテストしてないんですけど、僕はこのやり方でそのまま使っていこうかなと思ってます。で、次にこの仕切りのクリアシートの向こう側ですね。キッチン側の温度計をちょっと出して測ってみたいと思います。はい。ということで、この、冷気が逃げないように仕切りを作ってるんですけど、奥側測ってみて、今31度ですね。なのでこちらがいかに涼しくて冷えてるかがわかるかと思います。いい感じにこちらは冷えてますね。エアコン使ってなかったら31度。で、エアコンを使ったらこの就寝スペースは25度快適に寝れる温度ということですね。で、さらに言うと、この吹き出し口がですね、寝るスペースのすぐそば、かなり近い場所に設置できてますので、これなくても一応寝れるんですよ。スポットクーラーなので、常に体のどこかで当たってるので涼しいんですよね。なので、この仕切りいらないぐらいの効果出てます。で、ここからなんですけども、ちょっと僕がいろいろ実験したり考えたりして、ヤマゼンさんのスポットクーラー購入したんですけども、購入した理由とか、で以前使ってたエアコンがどうだったのかっていうのを話したいと思います。で、僕が以前使ってたエアコンが豊臣さんのスポットクーラーになるんですけども、冷房能力が 2000W ですね。2kW。2000W というふうに表現しますけども、今回購入したヤマゼンさんのスポットクーラーは冷房能力が 400W です。以前のものは 2000W。で、2000W はだいたいですね、6畳ぐらいだそうです。6畳ぐらいの空間を冷やす能力があるということですね。豊臣さんのクーラーを設置してたんですけども、消費電力記載では 690W。というふうに記載されてたんですけど、実際ポータブル電源使って使用すると 900W ぐらいありました。なので、冷えるんですけど、3時間ぐらいしか持たないんですよ、4時間とか。ちなみになんですけど、車に設置しているポータブル電源は合計 5000Wh ですね。当時 5000Wh。で、最近7000とか、小さいポータブル電源も入れると 8000Wh ぐらい搭載してるんですけど、で、豊臣さんのエアコンをつけた時は 5000W ぐらいで大丈夫かなと思ってたんですけど、消費電力がもう900とかなんで、で、他にもスマホ充電したり、冷蔵庫つけたり、電気つけたりとか、トイレも電力使いますので、いろいろやっているとですね、電力が 900W でエアコン1時間使われると持たないんですよ。で、いろいろ購入するときはですね、指定の温度になったらコンプレッサーは停止するし、温度を高めに設定すれば大丈夫だというふうに考えて購入したんですけども、900W ぐらいはきついと。30分使っても 450W 使うので、はっきり言って無理だなっていう結論になりまして、で、逆にですよ、僕が思ったのが寒かったんですよ。寒くて、で、指定の温度になったら止まるんですけど、止まったら止まったで暑いんですよ。だからもう暑いか寒いかの2極しかなくて、なので僕が行き着いた考えは、消費電力が低くて、冷たい風がずっと当たって長時間使える方が最強なんじゃないかと思ったんです。で、夜寝るときだけ快適に寝れればいいっていう風に、ある程度条件を決めて考えた結果、こちらの消費電力が今日でも、だいたい車で使ったら 240W ですね。弱だと 130W ぐらいです。2000W の冷房能力で6畳ということなので、単純にじゃあ半分の 1000W だったら、畳3畳ぐらいは冷やすっていうことになりますよね。それで、じゃあさらに半分の 500W だったら、畳 1.5 畳分ぐらいは冷やすんじゃないかと思ったんです。だったら、この寝るスペースぐらいは 400W で冷やしてくれるんじゃないかという考えになったんですね。夜寝るときに寝るスペースは全然涼しくて快適に寝れるし、消費電力も低くて、買って大正解だったなっていう感じです。快適って人それぞれ違うと思うんですけど、僕が求める快適は、寝る場所が冷えてて、で、この寝る場所がそのままソファーとかにもなるんですよ。テーブルも出てきて、で、ご飯食べたり、テレビ見たりするスペースと寝るスペースが同じなので、このスペースだけ冷えればいいなっていう風に考えて、さらに長時間使いたいってことですよね。夜7時ぐらいから朝の9時ぐらいまで使いたいってなったら、もうほぼほぼ14、15時間ですよね。
でも200ワットだったら15時間使えるんですよ。3000ワットしか使わないので。3000ワットアワーで15時間。弱で使うとさらにですよ。130ワットしか使わないので、10時間使ってもまあ単純に1300ワットアワーと考えたら、こっちの方が快適なんじゃないかっていう結論に至りました。で、実際こちらの方が正解だったと思ってます。なので、消費電力が低くて、求めたスペースだけ冷やしてくれて、15時間、かなりの長時間使っても大丈夫っていう、この山善さんのスポットクーラーで大満足という結果です。で、次に、お話ししたいのがですね、まあ、大きく4つぐらいあるなと思ったんですけど、僕と同じような考え方の人がいて、ポットクーラーの方がいいなってなって、冷える冷えないがあると思うんですけど、これがですね、4つぐらい僕はポイントがあると思ってて、この4つを気をつければ、ポットクーラーでも結構冷えるなと思ったんですよ。その4つを話したいと思います。まず1つ目がですね、断熱処理をある程度車でやってないとダメだということですね。で、僕の場合、こちらの天井とか屋根ですね。天井も一応断熱処理してるし、この壁もですね。この板も昼間太陽がカンカン照りでもここ触っても全然熱くないんですよ。で、ある程度の断熱処理されてますので、それをやってる車両とやってない車両ではもうかなりの差が出ると思うんですよ。なので、冷えないっていう人とめっちゃ冷えるっていう人がいるんですけど、やはり条件が違う、設置場所の条件が違うとやっぱ冷えないところも出てくるので、まずこれですね、断熱処理。車内で使うんであれば、まず断熱処理ちゃんとある程度やってるか。2つ目がですね、ちょっと映像変えます。はい、2つ目なんですけど、遮光カーテンを使ってるかどうかだと思います。遮光カーテンって、冬は冷気も防いでくれるし、夏は暑さを防いでくれるし、ちょっとした防音効果もあるそうです。なので、普通のカーテンつけてて、ポットクーラーで車内冷やせるかって言ったら多分厳しいかと思います。窓から結構入ってくるんですよ。あったかい空気。で、冬だったら冷気もめっちゃ入ってくるし、だから窓って意外に遮光カーテン結構重要なポイントだったりするんですよ。なので2つ目のポイントとしては遮光カーテンを使っているかどうかだと思います。次が3つ目なんですけど、このスポットクーラーの吹き出し口の場所です。寝るスペースから近ければ近いほど涼しさは感じられるので、この距離ですね、どのように設置するかだと思います。僕の場合はこんな感じでキッチンにビルドインして、寝るスペースのすぐそばまでダクトも取れてるので、一応この2つに分けたのにも理由があって、風がこんな感じでこことこっから出てきてこう回る。で、上の扇風機。アレクサ扇風機つけて。この扇風機がサーキュレーターの役割を果たしてくれてですね、空気を混ぜるのと、この左右から出てきた冷気が、このベッドスペースをこう回るというか、左右から出てきて、いい感じに全体を冷やしてくれるんじゃないかっていうふうに思って、場所に分けたんですけど。なので3つ目のポイントとしては、設置場所ですね。設置場所が大事だということです。で、次が4つ目なんですけど、4つ目がですね、意外とやってない人多いんじゃないかなっていう。僕もこの山善さんのスポットクーラー買ってから DIY したんですけど、4つ目がこの中なんですけど、この中にポタ電を収納してます。で、何が言いたいかというとですね、はい、開けますよ。この中、めちゃくちゃ熱いです。閉めます。中ですね、こんな感じで穴が開いていたり、ダクトもつけてるんですよ。ここですね。小さいダクトとかも結構つけてて、空気の流れはあるんですけど、これ僕もね、本末転倒だなと思ったんですけど、ポタ電って消費電力が高いパワーのあるエアコンとかと、ものすごいファンが回って放熱するんですよ。もう何が言いたいか分かりますよね。このポタ電が出す熱風がものすごく熱いんですよ。なので、消費電力の高いエアコンをつければつけるほど、ポタ電は熱風をどんどんファンを回して、熱い風を出してくるので、車内はいつまで経っても冷えません。なので、バランスなんですよね。いかに消費電力の低いポットクーラーを使って、ポタ電の排熱を抑えるかっていうのもあると思うんですけど、それで僕がやったのが、ポタ電を収納しているこの下にですね、ダクトをつけて、ファンをつけて、ポタ電から出た熱風を車外に排出してます。これが一番効果ありましたね。この排熱処理をしなかったら、冷えなかったと思います。なので、4つ目のポイントは、ポタ電の熱をやるってことですね。ちょっと今仮なんですけど、こんな感じで、まだちょっと途中なんですけど、ここから熱い風は全部吸われて外に出てくる。これはね、24時間ずっとつけっぱなしにしてます。ということで、4つのポイントを押さえればかなり冷えるんじゃないかと思います。
簡単にもう一回言いますね。1つ目が車内の断熱処理ですね。天井とか壁とかの断熱処理。で、2つ目が車庫カーテンがついてるか。で、3つ目が冷気を出すダクトが新スペースに近いかどうかということで設置場所ですね。で、最後がポータブル電源の排熱処理を考えるということです。ということで今回は山善さんのこちらの新しいポットクーラー DIY で内気循環をして取り付けてみたという内容の動画でした。また新たな改善点などがあったら動画にしたいと思いますし、様々な DIY もやっていきますので、よければチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あと DIY の様子も加工動画で全て再生リストにまとめてますので、よろしければご覧ください。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。